こんにちは、トルク東京です。今回は一世三宅のブランドテーマに洋服の素材について話をしていこうかなと思います。一世三宅って素材使いがすごくないですか？いろんなアイテム出してると思うんですけど、フリースだったり他でたくさん特徴的な素材使ってそんな一世三宅の軽くプロフィールというか歴史というか紹介してから素材についていこうと思います。一世三宅はデザイナーの三宅一生さんに設立される。三宅一生さんは広島県広島市に1938年に生まれます。1945年って戦争の年ですね。広島県に原爆が投下されて、その時は三宅一生さんは7歳。お母さんと被爆してしまって、そういう過去があるっていうことで、お母さんは原爆の影響で3年でお亡くなりになった。そんな過去から三宅一生さんは破壊ではなくて想像による美しさ、喜びを考えた結果、衣服のデザインの道にたどり着いたって言われています。そんな三宅一生さんは1971年にニューヨークで、73年にパリでコレクションで、よく知ってる方もいると思うんですけど、一枚の布っていう考え方、それを一貫した服作りをしているっていう考え方。1988年に今結構着てる人多いかなと思うんですけど、プリーツの取り組みをスタートして5年後の93年にビッグプリーツ一斉にやって第2の展開。プリーツの生地を裁断してから仕立てるっていう技法を行わずに、服の形を先に縫製してからプリーツの加工を行うっていうらしいですね。でその加工を行うことで一世三宅特有の綺麗なシルエットを作ることに成功したと。もうすごいとしか言いようがないですじゃあそんな一世三宅、非常にたくさんの生地を使って服作りをしていますね。コレクションが面白いですよね。面白いですね。ショーですね。ショーが面白いですよね。見せるものがすごいうまいですね。最近だったら服を着ていく人、頭からみんなファーッとしてきてできるドレス、何これ何が起きてるのですね。個人的な意見なんですが、僕の中の一世三宅のキービジュアルはこちらの赤いプリーツのドレスでございます。セクシーですね。はい、僕の中の一世三宅はこれです。すごいですよね。写真の撮り方もそれはあるだろうけど、こんだけ美しく、やっぱ引用がすごいですね。プリーツってこんなにドレップ感あるのかって思っちゃう、ですよね。この布量もあるとは思うけど、一枚布だからこその見せ方。確かにね。プリーツの服って持ってます？プリーツは僕めっちゃ持ってます。持ってますか？ゆきさん持ってますか？今日履いてます。おお、ちょうどスカートがプリーツスカート。プリーツですね。プリーツって良さがありますよね。僕はプリーツ好きな理由があって、僕身長が小さいんですよ。どう大きく見せようかなって思った時に、やっぱ縦のラインすごい意識しないと。そう例えば今日もボタンが多い服をあんま見えるか分かんないけど、着てるんですけど、縦のイメージを持たせることによって身長ってすごい大きく見せれる効果があると思ってるんですよ。でそれと一緒でプリーツもそこに当てはまると思ってて、縦のストライプのプリーツ、縦プリーツもすごいスタイルアップというか、人の良さをもう存分に生かしてくれる素材がプリーツなんだろうかってすごい思ってます。僕よく思うんが、ストライプ柄も縦じゃないですか。ストライプももちろん良さはあります、だけどなんか深みっていうか、その単純に厚みもそうだし、それこそさっき言ってたように陰影、影と明るいところの差があるから、よりおしゃれかななんて思ったりして、一着ですごい深みが出るじゃないですか。そうだよね。ちなみにここで文化服装学院のスーパーエリート大沢春樹君にプリーツについてちょっと聞いてみようかなって思うんですけど、プリーツって専門学生からしたらどういう感じですか？作り方とか縫いやすい縫いにくいいろいろあると思うんですけど、とにかく個人で作るのはすごい難しいんですよ、プリーツ。いろんな作り方があるんですけど、有名なのはアイロンで折っていくプリーツの方法だったりで、一世三宅さんがやってるのは熱可塑性っていう、そのポリエステルを含む素材って熱を与えると縮むんですよ。すごいギュッと縮むんで、それを熱を与えながらプレス機にかけて折ることで、この一世三宅のプリーツって作られてるらしくて、だからこそこのギュッと詰まったプリーツが作れる。これを個人でやろうと思ったらとんでもない時間がかかるどころか多分無理なんですよ。それをできるのはやはり一世三宅さんの職人というか、工場自体の技術もすごいですからね。機械も多分本当にすごいものを使ってるんだと思います。
確かに。じゃあこの画像とか見てみると斜めプリーツって難しいんじゃないかな。わけわかんないですよ。一般人からは想像できないもう一般人が置いてきぼりにされてる技術量、なるほどな。もはや圧巻ですよね。一世三宅さんの本を読んだことがあるんですけど、肌と布の関係性というかその隙間について考えて服を作ってるっていうのを聞いたことがあって、普通の布じゃ接するあたりじゃないよね、プリーツって。空間を埋めていく、そうだよね。空間をもデザインするうん、のが一世三宅さんの作り方かもしれないですね。ちょっと見れば見るほどプリーツのアイテム欲しくなってきます欲しくなりますね。ドレス着たい。ドレス着たいね。ドレス着たい。じゃあ白島はこれ真っ白真っ白かな。でゆきさん真っ黒。真っ黒。これ真っ赤で登場します。戦隊ものみたいな。次はバオバオ見ていきましょう、何の素材なんだろう。これは何のなんか触ったことあるけど、プラプラススチックチックとか固めでしたよね。やっぱり青山とかにこれを持っているおばさま、すごいおしゃれなおばさま方が多くて、もう目の保養になります。そうですね私この幾何学的ではないけど、単純のこの四角の中の三角形が作る形じゃなくて、そのやっぱり折られてる部分があるから、より立体的に見えるよね。こういう形のトートバッグって中に入れるものによってバッグの形ダサくなっちゃったり、はい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 。だけどなんかそれがこの三角形のプレートによってそれさえもおしゃれになる。ああ、なるほど。ヘニョーンってクターってなるから。ああ、確かにそれがないですね。それがすごい素敵だな。これ置いてね、上に多分荷物は入っていないんだろうけど、このクタッと感がおしゃれですね。入れるものでデザインが変わる。そうそうそう。うわー、面白い。素敵アイテムですね。いい観点ですね。一世三宅の最近復刻されたリネンあ麻リネン素材のドレス、見たことある人はあるかもしれないですけど、オーラですよね。すごいですよね。ヴィンテージにはヴィンテージものの作り方ってあるじゃないですか。それを現代の技術で復刻させるってすごいなんかいろいろな感情が自分混ざるんですよ。昔だからこその良さがあってっていう、でも今の技術量もあって、確かにそこが交差するのもすごい面白いなって思うんですけど、僕は朝が大好きなんで。じゃあそんな春樹くんに朝の魅力だったりとか、今朝について考えてることちょっと聞いてみたいんですけど。僕が朝が好きな理由があって、よく着てるイメージが、僕はよく朝1日に1アイテムは絶対朝を着てるんですけど、その朝を着る理由が何個かあって、でその1つ目がすごいスピリチュアルな内容になってしまうんで、身構える人は身構えてしまうんですけど、朝ってそう神様の植物だって言われてて、その理由が昔から神社とか行くと上の結ばれてるあるじゃないですか、あれも全部朝で作られてるんです。神社とかそういった部分ってなんか朝で作られてるものが多くて、昔から朝がすごい加工しやすいとかそういった理由もあるんだろうけど、朝は神様からの植物って言われてて、スピリチュアルが好きな人は聞いたことがあるからっていう話なんですけど、ハイヤーチャクラっていうものが朝には含まれてて、頭の上のより強い次元を感じるチャクラ。僕結構理論的に何かを説明したい人なんで、スピリチュアルはあまり信じてはないんですよ、けど、こういったものを着ることによって、例えばハイヤーチャクラが強いこの朝を着ることによって日々の生活が豊かになるとか、気分が高揚するとか、いいことが起こるよだとか、そういった部分があるんですよ、でもそれってスピリチュアルに対して身構える人も多いと思うけど、自分のそのスピリチュアルの接し方が頑張れって言葉と同じだと思ってて、頑張れもすごい精神論じゃないですか、頑張れって言われて気合だよって言われても、ちょっと嫌だなって感じる人も多いと思うけど、でもそれって頑張れって言われて嫌な人ってあんまりいないと思うんですよ。だからそこにおいて応援してくれるものだなって思ってて、だから僕はその朝を信じてすごい信用して生きてるっていうところがあって、何か迷った時にじゃあ朝を着ようとか、とにかく信用してみて着るとその一日が確か豊かなものなんですよ。勝負服的な、勝負布素材勝負素材勝負素材ありますか皆さん。ありますかあるかな勝負素材はなかなか勝負素材なかなかちょっと難しいかもしれない、レザーとかはいるかも。いるかもしれないね。確かにレザーはあるかも。レザーはあるかもしれないね。でもなんかリネンって素材の中で最古の素材ですよね。一番最初、初めて作られた布が朝で、エジプト文明だったかな。そこで最初に作られたのがもう朝布を体に巻いて、隠す部分を隠してっていうのが最初の起源なんですけど、
俺も確かにスピリチュアル信じてないけどモチベには少しする派で、その時代からずっと使われ続ける朝ってなんか特別なエネルギーを感じたり、なんかやっぱり人間と自然ってすごい切っても切り離せない部分だと思うんですよ。それでおいてやっぱりコットンと朝っていうのが僕大好きで、やはりそれを身につけることによって自分のモチベーション向上にはなりますね。スピリチュアルを信用してない理由って経験したことないからだと思うんですよ。おー、はいはいはい。なんでぜひ経験したことある方教えてください。もう僕すごい気になるんでより朝ラバーがいるかもしれないかもしれないはるきくんを超える朝ラバーがいてほしいで、ぜひちょっと僕に教えてください。全身朝じゃないと外出できない人がいるかもしれないですね。朝はこうなるんだよっていうのを経験談でも憶測談でも何でも構わないんで、ちょっと最後に言おうかなと思ったけどコメント待ってます朝ってどうやらサステナブルらしいです。ですね。コットンを育てるのに、例えばシャツ1枚育てるのに水ってどんくらい必要かっていうと、大体約20リットルの水が必要になるらしいです。20リットル。そのくらい必要なのに対して朝って水与えなくても雨と光があれば育つんですよ。なので本当に水を与えなくても育つかなりエコな植物であることがあったり、ガチのサステナブルなんです。ガチのサステナブル。はい、それではいかがでしたでしょうか。今回は伊勢三宅をテーマにファッション、洋服の素材結構メインでその朝について語ってきました。さっきも言ったと思うんですけど朝の、スピリチュアルに詳しい朝ラバーの方あとは、勝負素材ある方がいればぜひコメントください。楽しみです。お願いします。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。